どうもこんにちは。今日は久しぶりに制作動画を撮ります。何を作るかというと、以前ここで、革をね見ながらどんな靴を自分が欲しいのかっていうのをただ妄想するっていうところがあったんですけど、それの続きです。最近はなかなかちょっと制作動画撮れなくてですね、この前言ってたこの自分の靴を制作しますっていうのも全く進んでなかったんですけど、ちょっとやらないといけないのでやっていきます。これね、自分の靴も欲しいですし、制作動画非常に楽しみにしてますっていう声いただくのでやります。なるべく工程を省略せずに撮っていきたいと思います。ナンバーズコレクションも制作ちょっとずつ入ってるので、それもまた動画にしていきたいと思うんですが、まずはこの自分の靴を作っていきます。この自分の靴動画を上げた後に結構いろいろコメントもらって、こういうのどうですか、こういうのどうですかいうコメントね、たくさんありがとうございました。で、この靴もいいな、この靴もいいなって非常にいろいろ思ったんですけど、いろんな事情を鑑みて決めました。いろんな事情っていうのは制作の大変さだったり、時間のかかりようだったりね、どうしてもね考えないといけないわけなんで、ちょっと考えちゃったんですけど、でも今欲しいなっていうのは何かなってしっかりまた革をね見ながら考え直して決めました。で、荒立ちまでしてあります。で、この革、あの時にも結構気になってたイルチャのセタニールっていうボックスカフですね。結構トラが目立つのでお客さんの制作には使えないんですが、あえてトラを入れたりとか、自分のだったら気にしないのでこれもいいなっていうことで紹介してた革ですね。赤みのある茶色ですね。結構透明感があって色合いがすごく綺麗です。で、デザインは非常にシンプルです。内羽のプレーンとですね、ストレートチップのキャップがないバージョンのちょっとだけ穴飾りを入れたいと思います。このデザインにした理由は、この革でちょっとドレッシーめなのを作りたいなという気持ちがあったので、内羽っていうのと、内羽をかなり長いこと作ってなかったですね、自分用に。前回作ったのがローファーですよね。その前に作ったのがスウェードのサイドエラスティックで、その前に作ったのが外羽のパンチドキャップとウイングチップなので、内羽を作ったのはその前に黒のストレートチップを作った以来なんですよね。2年以上経ってると思います。なので内羽作りたいと思います。そしてもう一個内羽を作る理由なんですが、ちょっと裁断しながら話していきますね。ちなみに木型はサイドエラスティックの時からちょっと調整を入れました。で、裁断していきます。デザイン的にトラをあんまり目立たすようなちょっと武骨系のデザインではないので、あんまりトラ入らない部分で撮ったんですけど、一番メインのバンプの部分ですね、ここが綺麗な部分で撮りました。カメラ写りも非常に綺麗な顔ですね。で、この羽の内側のちょっとあんまり見えなそうな部分は少しトラ入る部分で撮っちゃいました。トラはね、結構釣り込むと見えなくなったりするんで大丈夫だと思います。ちなみにトラというのは何かっていうと、革ってこう立体的じゃないですか。もともとは動物の皮で丸みがあるものを革にする時にはこう平たくするんですよね。その平たくした時に出るこの矛盾みたいなものですね。生きていた時によく動く部分というよりは、曲面が強くて平らにする時にちょっとこう無理をさせて平らにするような場所らしいです。でですね、この革とデザインにした理由なんですけど、先日オボイストさんで受注会をね、愛知の安城でやらせてもらったんですけど、その時に端的に言うとスーツをオーダーしたんですよ。僕自身がスーツをオーダーした理由としては、結構受注会も増えてきて、僕はスーツ着てないですけど、スーツを着る機会があってもいいかなっていうの、単純に自分の体に合ったオーダースーツを欲しいなというところですね。あとはもう一つ、スーツが欲しい理由は、もう30なので大人になるにつれて、そういったジャケパンスタイルだったりスーツスタイルを私服に取り入れていきたいなっていうのが昔から憧れとしてあるっていうところですね。で、スーツをオーダーしたんですが、パターンオーダーですね。パターンオーダーと言いつつも調整結構してくれる感じなので、また多分動画をね、そのスーツはスーツで上げられると思います。完成のタイミングあたりで。で、そのスーツにちょっと靴合わせたいなと思いまして、デザインはそうですね、シンプルなのがまず欲しかったっていうのと、内羽にしたかったっていうところなので、内羽のプレーンとですね。色味は
そのスーツの生地が何て言うんだろうな、チャコールグレー、違うな、ブラウンっぽい、なんかチャコールグレーっぽいような色味のツイードなんですね。そのスーツの生地の色味にこの赤みのある革がなんかすごく似合いそうだったので、この革にしました。一つその懸念点としては、以前作ったローファーバーガンディが結構赤みのあるっていうところでは似てはいるんで、気になるポイントではあったんですけど、今回赤い靴でいいのかっていう。ただあれはローファーで、こっちは内羽の紐靴なので、そこは全然関係ないこととしていいんじゃないかなと思って今回決めました。やっぱ最後は勢いですね。ずっと考えていてこれもいいなっていうのももちろんあるんですけど、最終的には勢い、底付けはおそらく普通にハンドソンウェルとベベルでいくと思うんですけど、まだ決めてないのでちょっと、作っていきながらというところですね。パンターライニングはこんな感じのオレンジっぽい色の革を使います。これは MTO のラインナップのライニングにないんですけど、最初の方に試しに取ってみた革で、あんまり色のバリエーション増えすぎても意味ないなということで、これはラインナップから外したので余ってるのでこれ使います。ちょうど、赤みのあるということで色合いの相性も良さそうですね。このバンプですね、プレーントーンなので1枚です。バンプライン、ここだけ銀ピングを入れたいと思います。銀ピングというのはギザギザカットですね。ここは普段ハサミでやっているので、このギザギザハサミですね。これを使ってギザギザにカットします。革付きはアッパー作る時にはもう必須なんですけど、簡単に言うと革の厚みを薄くする機械です。これが回る刃ですね。この腕とここの下こう挟み込んで革を固定してこうスライドさせるんですよね。そうすると回る刃が革の厚みを削り取るっていう感じです。で今ちょっと刃の厚みの調整したのでもう薄いちゃうんですけど、最も大事な部分は革のこの貼り合わせ部分ですね。このアッパーで言うならこのバンプ部分とこの羽の部分のこの貼り合わせ部分、革の厚みを薄くして段差が滑らかになるようにします。これは斜め透きしますね。革の厚みこれ 1.4 ミリぐらいあるんですけど、この針代の部分が0ミリから 1.4 ミリにかけてこうなだらかに傾斜するようにつきます。この今白くなってる部分がすいた場所ですね。クロムナメシの革はウェットブルーつって染める時にこの水色っぽい白っぽい色合いになるんですけど、染料がこの部分入ってないので白っぽくなってます。表面と裏は色が入ってるので赤っぽいんですけど、このほんのちょっとここはこう等高線みたいになってるので銀面のちょっと奥が白いですね。だからこういうふうに端っこにかけて白くなるっていうのは端っこにかけて薄くなってるっていうことですね。もともとはこういう革でスキ機に通してこういうふうになります。端っこはベラベラですね。同じようにライニングの貼り合わせ部分もついていきます。この部分でネジをこういじったりとか、あとはこの押さえの位置だったり、ここの押さえの角度調整して革の厚みや質によってそのすき具合を変えます。革の質によって結構ねすきづらかったりもありますね。でもちろんこの丸刃、この回転刃ですね、ここは研いで使います。砥石がこれくっついてるのでたまに研ぎます。貼り合わせ部分以外にもすくところがあります。革のこの端っこの部分ですね、これは厚み調整のためにすきます。少しこの部分すいたんですけど、革の断面が見えるんですけど、断面があまり厚すぎ
てもドレッシーに見えない、薄すぎても強度がないとかってあるので、靴のイメージに合わせて厚みを見て調整します。意外とほんの多分今すいた厚みって 0.3 ミリとかだと思うんですけど、それぐらいの違いでもかなり印象変わるので意外と大事なんですよね。だから革の裁断面を見て、この革ってこれぐらいの厚みなのかって靴になった状態のものを見ても、意外と革の実際の厚みはもうちょっと分厚かったりもします。革が分厚いものを使っても繊細に見せたかったりすれば、その端っこ、革の裁断面が見える部分を薄くしておけば、革自体の厚みによらず繊細な雰囲気に仕上げられたりします。あまりにも厚いとやっぱりいろんなところに厚み感は見えてはくるんですけどね。裁断と付きが終わったので穴開けやっていきます。一応ブローディングをちょっとだけ入れますね。さすがにシンプル内羽プレーン完全体だとあまりにシンプルすぎるので、飾りをちょっと入れていきます。まずはこのアイレット横の部分、ここフェイシングっていうんですけど、ここに穴飾りを入れます。小穴ですね。1.5 ミリの穴を連続で開けていきます。こんな感じですね。そしてバンプ部分のバンプラインにも穴を開けます。ここは親子穴を開けます。一般的に靴で穴飾りパーフォレーションとかっていうと、親穴と子穴組み合わせで開けていくことが多いですね。この親穴子穴の大きさの組み合わせは3ミリ 0.8 ミリだったり、3ミリ1ミリとか 3.5 ミリ1ミリとか、ちょっと大きめだと4ミリ1ミリとかっていうのがあるんですが、僕が普段やっている穴開けは 3.5 ミリの1ミリか 0.8 ミリですね。この 3.5 ミリ穴っていうのが個人的に一番気に入ってます。さっきのすきのところでもありましたけど、その 0.3 ミリすくだけで結構印象違うんだよっていう話があったと思うんですけど、この穴飾りも3ミリと 3.5 ミリっていうのはかなり違います。そして 3.5 ミリと4ミリっていうのもかなり違います。だからこの革靴のハンドメイドの世界で1ミリっていうのはものすごく大きな単位ですね。もちろん全部が全部この 0. 何ミリ精度でやってるわけではなくて、別に 0.5 ミリぐらいずれても全然わかんない問題ない部分もあれば、やっぱりこうして 0. 数ミリの差でかなり大きなものになるっていうのもあります。こんな感じで親穴子穴を一つずつ開けていきます。そして小穴の裏当てをしたところにさらに補強を貼ります。豚側ですね。この部分は一番紐を締めたり緩めたりで負担がかかるところなので、補強っていうのとやっぱ硬さ感ですね。ふにゃふにゃだとこの辺がちょっと波打ったりするんで、ちょっと硬さを出すためという意味も込めて補強をしています。そしてコバ染めですね。革によってやったりやらなかったり、デザインによってやったりやらなかったですけど、この部分革の断面が色が薄いので、クロムなめしの革だと本当真っ白だったりするんですけど、これは真っ白ではないですけどちょっと薄いので染めておきます。特にこのトップラインなんかは後でクリーム入れるとライニングついちゃったりするんで染めておきます。ミシン糸はバーガンディっぽい色にしてみました。針を付け替えます。縫い割り用の針形状が違いますね。
縫い割りをして開いた時にきれいに開きやすいようなミシンの穴が開くような形状の針に変えました。縫い割りはこの後ろの部分ですね。この靴はかかと縫い割りなのでこういうふうに合わせて裏から縫い合わせて表に開きます。こういう状態ですね。これを開いてこうかかとの曲面になっているのでこれに乗せて縫い合わせた部分はこういうふうになっているのでこの指の部分をこう潰すような感じですね。そして、ドッグテールの部分、犬の尻尾に見えるからドッグテールっていうんだと思うんですけど、一番上まで縫い割りでやる場合もあるんですけど、ドッグテールつけるっていうのが割と一般的ですね。この一番履き口の負担がかかるところドッグテールで補強するっていうのが一般的なやり方ですね。のり塗ってこういうふうに貼り合わせます。縫い割り部分にテープを貼ります。サイドに補強のステッチを入れてこれで縫い割り完成です。次はトップラインに伸び止めテープを貼ります。さっきの縫い割りにやったのと同じなんですけど、素材はナイロンかな、多分ナイロン。化学繊維が繊維状に編み込まれているテープですね。やっぱりどうしても革よりこういった化学繊維の方がもう今は強度が出るんで、要所要所こういうテープを使って補強していきます。これはやっぱり負担がかかる履き口の補強ですね。次にトップラインにのりを塗ってリーディングテープを貼っていきます。リーディングテープはこれ最近はこうやって売ってるものを使っています。革の色が微妙だったりとか厚みちょっと調整したければ革から作るんですけど、こういうのは売ってるので今回はこれ使います。革を薄くしたものを2つ折りにしたテープですね。革の羽の端っこにわずかにはみ出るように貼っていきます。目視ですね。カウンターのライニングとアッパーを合体させます。アッパーとライニングまとめてハトメの穴を開けたので一回ライニングちょっと剥がしてこの裏ハトメをつけます。これをライニングにはめ込んで、そしてここちょっと出てるの分かりますかね。この飛び出てる分を潰します。そして穴がずれないように戻します。そしたらトップライン縫います。ライニングのこの、はみ出させてる部分ですね。この部分を1切りこの道具で切り落とします。
バンプとカウンターを貼り合わせます。立体で貼り合わせます。はい、これでライニングまでつけました。最後にベロですね。これを縫います。カン止めですね。この羽の付け根のところ、今ここ穴開けてるところ、ここをカン抜きといって、この羽をこう横断するような手縫いをするんですけど、ここ今この状態でグッと開くと、ここのミシン目が一番負担かかるんですよね。でここをブチッと切れやすいので、そこまでいかないようにもっと太い糸で手縫いします。っていうのがカン止めですね。羽が開きすぎたり負担かかった時にミシン目皮がちぎれないように。カン止めは車庫止めってやつと、あと何止めっていうのかちょっと分かんないんですけど、もうちょっと簡易的なやつがあるんですよ。簡易的だから悪いとかじゃなくて、僕はその時の雰囲気に合わせたり、気分だったりでやってるんですけど、気分っていうか靴の雰囲気ですかね。気分とも言えるんですけど、この靴にはなんとなくこっちの方がいいかなみたいなカン止めをつけるんですけど、今回は車庫止めではなくて、その十字にクロスするようなカン抜き止めです。太いロー引きの紐を使ってこの羽をこう横断するように糸を通します。でこれをこの単に開けてある穴にも貫通させて、これでしっかり締めます。カン抜きが緩いと意味をなさないので、しっかりこれで締めて、今ここに二重に通しました。そしたら真ん中から出します。この羽の中央ですね、真ん中から出して、で今二重に通したところをこうクロスするようにここでグッと締めます。これで結んで、こういう状態ですね。で最後にこのベロをライニングだけですね、アッパー貫通させないでライニングとベロを縫い合わせます。こんな感じですね。最後にメダリオンを開けます。キャップとかウィングないんですけど、ちょっとメダリオンだけ開けようと思います。はい、ということでアッパーができました。このメダリオンはですね、迷ってて入れるか入れないかちょっと最後仮釣りして決めようと思ってたんですけど、仮釣りしてみたんですよ。そしたらやっぱりメダリオンがあった方がなんかバランスが良さそうだったので入れました。なかなかありそうでないちょっと変わったデザインですね。このバンプの部分だけ穴飾りがあるっていうのが、でも意外とエドワード・グリーンとかジョン・ロブとかってなんか隠れたマイナーモデルみたいな感じで変なモデルあったりするんですよ。変って言ったらあれなんですけど、変ではないんですけど、ちょっと変わってんなっていうか、スタンダードなパターンなんだけど、なんかこのディティールの選び方とかがなんか変わってるなみたいなのあるんですよね。なんかそんな感じの雰囲気があります。次回からね、釣り込んで作っていきたいと思います。それではまた。